のののお気楽チャンネルのののでございます。今私はですね、網走の方に来ております。網走といっても、刑務所だけではないです。むしろ、非常にロマンティックなメルヘンの丘、こういったですね、日本にいないような、まるで海外に来ているような雄大な景色がいろんなところで見られます。非常に、ロマンティックな、景色たくさん見られます。そして本日の宿到着いたしました。のとりの荘かがり屋さんです。こちらですね、ワンコ OK のお宿でございまして、こちらの到着ロビー、ラウンジになっております。古い、タンスや、家具などがございまして、非常に雰囲気のある、場所となっております。そして、私たちが泊まった部屋がこちらになります。2階の201号室でございます。和洋室となっておりまして、こちらですね、ユニットバスがついております。風呂、トイレ、しかし後で紹介するんですが、大浴場、温泉の方も、ございます。そして、私には嬉しいベッドでございます。そして何よりですね、この部屋の一番の売りというのがこちらの景色になります。ちょうどですね、能取湖が目の前に見えております。そして、目の前、実は、今の時期は見られないんですが、サンゴ礁、あっけし礁とも呼ばれておりますが、真っ赤な、サンゴ礁見られる場所です。そしてこれから、お風呂をご紹介いたします。こちらの浴場ですが、こじんまりとしております。しかしですね、非常に大きな湯船となっておりまして、結構気持ちがいいです。そして、目の前の能取湖の景色が一望できます。名鉱石温泉と呼ばれまして、そういった、ありがたい成分がたくさん、含まれている。こちらの歩いてですね、能取湖のほとりまで来ました。ちょうど日本一サンゴ礁群生地ということで、こういった、板が、ございます。こちらのですね、デッキをちょうど歩く形になるんですが、足の不自由な方でも、車椅子で、回れるようになっております。この日はですね、唯一、いい天気でしたので、一番先端まで行ってみました。鳥がですね、ところどころ飛来しておりました。何の鳥かはわからないんですが、我々を見てすぐ飛び去っていきました。
一匹おるやん。ああ、それも逃げた。俺が指ここら一帯にですね、いろいろ湖はあるんで、こちらのサンゴ礁は見られるそうなんですが、中でもこののトリコのサンゴ礁は、やはり一番、日本一と言われているそうです。そしてこちらですね、8月下旬から9月頃が、一番きれいに見られるシーズンということで、9月の3、4週目が一番ということです。そして、晩ご飯です。こちらの方はですね、キンキという魚および、今の時期はホタテですね、あとカキ、こういったものが中心となって、美味しいお料理いただきました。2連泊いたしましたので、2日分、一緒に紹介しております。そしてですね、2日目はですね、網走牛、お肉もいただきました。そして網走牛の牛乳ですね、これは毎日、朝食で、いただきました。本当に自然豊かで、味がギュッと詰まっていて美味しい、ご飯いただきました。お宿から10分ぐらい歩いたところに網走市鉄道記念館がございます。こちらに昔走っていた SL が展示されております。保存状態についてはいろいろ言われておりますが、一度目で見て確認していただければと思います。西の方に進みますとサロマ湖がございます。こちらのサロマ湖のほとりに道の駅サロマ湖ございます。評価が割と高いということで、中入ってみました。そうしますとまず、ロコ・ソラーレの看板がございました。そしてですね、メニュー結構美味しそうな食べ物ございます。私が一番、気に入ったのがこちらのミニメニューです。ですのでミニラーメンとですね、ミニ豚丼を買いました。たくさん食べれないので少しずつ美味しいのを食べる作戦です。あとそれとですね、牡蠣のフライと、タコのフライもいただきました。もう結構お腹いっぱいになりました。全部美味しかったです。こちらサロマ湖の三里浜キャンプ場に、来ました。ここら一帯はですね、網走国定公園の中にございます。そして、このサロマ湖というのは、日本で3番目に大きな湖になっているそうです。1番が琵琶湖、2番目が霞ヶ浦、3番目がここサロマ湖です。でこのサロマ湖は、湖と言っておりますが、実は、オホーツク海と本当に、砂浜一つ、挟んで、そして一番の特徴がですね、この湖は東西に長いんですが、湖と海の間にこの一本のですね、道のような、道ではないんですが、砂の塊がこう長くつながったところなんですが、サスと呼ばれるとこなんです。そこを挟んで海と湖が分かれていると、いわゆるラグーンですね、そういった形になっております。今見えているのがオホーツク海です。この後ろにあるのがサロマ湖です。でこのラグーン状になったのは、今から1000年ほど前ということなんですが、昔はこちらの砂が
なく、ずっとサロマ湖の形をした、海岸だったということなんですね。でそれが、潮の流れですとか流氷とかですね、いろんな要因があって、徐々に砂がたまりだして、湖と海と分かれたということになるんです。で、今はですね人工的に2箇所の、小口、湖から海へ出る、口を2箇所切って作っていると。で、状況に応じて閉じたり開いたり、しているわけなんですが、実はですね秋から初冬にかけて、実際にそこが砂で埋まって本当に湖が独立すると。でまた冬になると、池が凍ったりとか、水圧があって池の方の水位が高くなって実際に、雪解けとか、春先になるとその湖が、の圧力が高くなって実際にその決壊するような感じですよね。で、また海とつながるということなんですが、実際にその過程において要するに周りの地域が氾濫したりですとかね、沼とか、そういったところが湿地帯になったりとか、そういった感じで、水害もたくさん起きていたということらしいんです。ですのでもうそこら辺をコントロールする意味もあって、その小口を2箇所設けて実際に流氷の流入を抑えたりとか、してます。で昔はですね、牡蠣の養殖が盛んであったということで真水と海水のその比率がちょうど牡牡蠣の養殖に適していたということなんですが、この小口を作ることによってちょっと海水の成分が多くなって牡蠣が育たなくなったということで、いいその養殖はないのかということで、ホタテの養殖に成功して今では、日本一ですね、ホタテの産地サロマ湖ということになっております。いろんな試行錯誤があって今の形になっているということを知りました。そしてですねこのサロマ湖実は東の方が綺麗だと、夕日も綺麗だということなんですが、私たちは西の方のところに来ております。この方がより中まで車で行けたということもありまして、そちらを選んできました。非常に自然豊かなところだなと思いました。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。